ネミョン部には8つの部署がありました。チミルは王と王妃の衣食住に関するお世話係でした。チムパンは王や王妃の衣服、宮中の衣服、布団を作っていました。スパンは刺繍を担当していました。スラッカンは王や王妃の食事をたくさん用意しました。センガパンは王宮の飲料水を管理したり、お菓子を作っていました。ソンジュパンは宴会に必須の焼酎を作って用意しました。セダッパンは衣服の洗濯と管理をしていました。セスッカンは洗面水や浴槽水を管理していました。ドラマに登場していたカムチャルプは歴史上の史実にはありません。ドラマで創作された部署です。ネミョン部の表を作りましたのでご覧ください。トップは王妃です。その下に側室、女官と続きます。まず側室の身分についてお話ししていきます。側室は全部で8階級あります。上から読み上げていきます。ピン、キーン、ソイ、スギ、ソヨン、スヨン、ソゴン、スゴン。ここまでが側室の身分となります。最高位の側室のピンだけはスクピンやヒビンのように前に別語をつけて何々ビンと呼ばれました。側室候補としてスンウン三軍という特別な三軍がいました。スンウン三軍は小5本相当です。ヒビンチャン氏やスクピンチェ氏はこのスンウン三軍を経て側室になりました。女官が側室になる場合、まずスンウン三軍になりました。他の三軍とは別格の特別三軍でした。スンウン三軍が身ごもると側室になりました。高級の女性たちの下に女官が続きます。女官の最高位は小5本の三軍と3位です。三軍はよくドラマに登場しますが、3位はあまり見かけませんね。あまり知られていないのでしょうか。3何々という役職の下にチョン何々という役職が続き、チュ何々という役職が続きます。身分制度や王宮内の女性の組織構成などをお話しいたしました。さて、3番目の王妃についてお話ししましょう。彼女は朝鮮王朝三大悪女の一人として有名です。三大悪女の他の2人はチャンノクスとチョンナンジョンです。この3番目の王妃はヒビンチャン氏といい、実名は
チャン・オクチョンです。彼女はヤンバン出身ではなく、王朝史上唯一の順院出身の王妃で、女官から王妃になった唯一の人物です。彼女の生没年は1659年から1701年、42歳で亡くなりました。スクチョンの2歳年上の姉さん女房でした。朝鮮王朝の歴代王妃は王様より2歳から3歳年上の姉さん女房が多いです。ヒビンチャン氏が王宮に入った時期ははっきりしていませんが、第16代王の継室に使えるチムパンとして宮中に入ったことは分かっています。この継室はスクチョンの義理の曽祖母にあたります。チムパンとは宮中で針仕事を担当する部署で、スクピンチェ氏と同じ部署だったのですね。時期はわからないけれど、スクチョンから寵愛を受けたそうです。しかし、21歳か22歳頃から27歳までの約6年間、王宮から追放されます。これはスクチョンの母から快く思われなかったためだそうです。スクチョンの母はヒビンチャン氏の性格を見抜いていたのでしょうか。彼女は非常に美人だったと伝えられています。政治的な派閥な後押しもあって、27歳の時に再び王宮に戻り、スクチョンの寵愛を受けてスンウンサン軍になります。そして29歳で第一子となる王子を産みました。この王子が後の第20代王キョンジョンです。また31歳の時には第2子となる王子を産みましたが、その子は早くして亡くなってしまいました。2番目の王妃について私がお話しした時に出てきましたが、政局の転換があり、2番目の王妃は廃位され、ヒビンチャン氏が王妃の座につきました。彼女は3番目の王妃です。彼女の第2子を失った年のことでした。彼女が王妃になると、急におごり高ぶり、人を見下して好き勝手に振る舞うようになったと伝えられています。その結果、スクチョンは彼女を遠ざけるようになり、2番目の王妃の廃位を後悔するようになったそうです。ヒビンチャン氏が35歳の時、再び政局の転換があり、今回は彼女が王妃の座を追われ、ピンに降格されます。その後、2番目の王妃が復位しました。ヒビンチャン氏が王妃であったのは約4年間でした。そして2番目の王妃が病気で亡くなりましたが、王妃が亡くなったのはヒビンチャン氏の呪詛、呪いによるものだと
告げられたため、ヒビンチャン氏は王様から毒を賜り、刑が執行されました。彼女は42歳で生涯を終えました。まさに波乱万丈な人生です。もし彼女が王妃として謙虚に振る舞っていたなら、このような結末を迎えなかったのかもしれません。2番目の王妃が崩御し、ヒビンチャン氏が毒を賜り、その後、スクチョンによって側室から正室への昇格が禁止されました。その結果、4番目の王妃が迎えられました。彼女はスクチョンより26歳年下で、14歳で王妃になり、33歳の時にスクチョンが亡くなりました。子供は授かりませんでしたが、スクピンチェ氏の息子である後の四女を養子に迎え、70歳で亡くなりました。ドラマでは2番目の王妃が廃位されたり、復位したりと政治的に振り回されていました。スクチョンの治世は派閥争いが激しい時代でした。政治の均衡を保つため、スクチョンはファングクという政治の転換を3回行いました。ファングクとは、強い派閥がさらに強くならないように、弱い派閥に政権を交代させることでバランスをとり、王権を強化する手法です。スクチョンは王権を強めるために政治勢力を利用しました。その結果、王権は強化されましたが、彼の治世を最後に絶対的な王権は終わりを迎えました。その後、彼のように力強い王権を持った王様は現れませんでした。スクチョンは政治能力が高かったものの、女性問題により汚点を残した王様と言えます。そろそろ完成です。お話の続きは次の動画でお届けします。配信をお楽しみにお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が良かったよと思った方は、ぜひ高評価をお願いいたします。そしてチャンネル登録や応援のコメントをしていただけるととても励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。